みんなおはよう。なんだよ、初めてレベルで目覚めが良さそうだな。まだ眠いわ。ですね。おいおい、これでも聞いて気合い入れろよ。ボタドドドドドー、ヤッホー、うるさいわ、止めろや。気合入った？下がるわ。だって今日から31シート A をかけての戦いなのに、みんな眠そうな顔してたんだもん。寝起きぐらい眠そうな顔でいいだろ。顔洗ったらシャキッとするわ。耳がむしろダメージ負ってるじゃねえか。静かにしろー。あれ？誰？お前、それが目上に対する言葉遣いか？いや、目上に見えないからタメ口を聞いてみたんだけど。お前大概のやつにはタメ口だろ。なんだか怖そうな人。元セラフ隊員の浅見真紀子だ。お前らの先輩にあたる。固めの視力をキャンサーに奪われ指導者の側となった。そんな人が何か？今日からお前らに勉強を教える。勉強なんてどうでもいいじゃん。人類ピンチなんだよ。愚かなやつめ。そんな考えをしているからこそ必要なのだ。これから先どのような窮地に陥るか知れないのだぞ。そこは誰も助けてくれない世界かもしれないのだぞ。自分一人で道を切り開いていくには体力もそうだが知識も必要なのだ。私はそれを身をもって知ってきた。特にテスト結果下位の3名頑張れ。うちらかいな。マネージャー通してもらっていいっすか？お前にマネージャーなどいるか。セラフ部隊所属の兵士だろ。昔はいたんだけどな。では早速授業だ。人間は物事に名前をつけて分類したがる生き物だ。文学の世界にも例外はない。まずはそこからの出題だ。何そのクイズ番組みたいな知識。文学なんて生き残るために必要なくない？すでにキャンサーという地球外生命体と接触しているのだぞ。もしこれから先意思の疎通が可能なキャンサーが現れてみろ。真っ先に倒す。真っ先に倒すな。仲良くしろとでも？我々の高度な文化を伝えることによって平和的な解決の道が開かれるかもしれないだろ。そういうのも人類が生き残る可能性の一つなのだ。だからお前を少しでも賢くしておきたいのだよ。分かったか？事務所通してもらっていいっすか？お前に事務所などあるか。セラフ部隊所属の兵士だろ。分かったよ。とっととクイズ出してよ。クイズじゃないわ、問題だわ。第二次世界大戦の後ブライ派と総称される作家の一軍が現れた。彼らはそれまでの既成文学全般への批判に基づいた同傾向の作風をとっていたんだ。そのブライ派の中で最も有名な作家を2人挙げるとすれば太宰治と誰かわかるか？坂口安吾。正解だ。よっしゃ。ブライ派の有名な作家といえば太宰治と坂口安吾だ。ただブライ派は範囲が非常に不明確な集団だ。しかし共通点としてそれぞれが自分たちで新しいイデオロギーを作ったというところにある。分断でそれまで良しとされていたことに反発し何にも頼らずにスタイルは自分で作るという姿勢が彼らの特徴だ。文学界のロックミュージシャンってとこだな。ということは私もブライ派だ。お前は頭お花畑派だ。劇集会を兼ねてみんなでランチ行こ
やっぱりみんなで食べるご飯は美味しいね。うんうん。ええ。はっ、そんなんで味変わるかいな。あ、すごいこと思いついた。すごくないだろうけど、言ってみろ。みんなのおかずの一切れずつを交換庫し合ったら、カツカレーハンバーグペンネピザカツ刺身定食になるじゃん。本当だ。食い合わせ悪すぎるだろ。しかもカツが被ってるじゃねえか。本当だ。同意するなら片方だけにしてくれ。売れすぎだろ。おいタマ。刺身はいらん。悪いな。刺身は私のおかずだよ。そんな上司みたいになれ合って私たちに勝てると思っているの？ワッキー。キー言うな。女子に失礼でしょ。そういうワッキーも、あたしらのこと女子みたいになれ合ってってバカにしたじゃん。本当だな。山脇様はあまり頭が良くないのでゲスよ。手下がそれ言っていいのか。山脇様は天才マッドサイエンティストなんでゲスよ。あれ、このやりとり前回もした記憶があるぞ。その錯覚の名を教えてやる。プラシーボ効果だよ。デジャブ現象だろ。やるでゲスよ。どっちの方がバカかみたいな低レベルな争いになってるけどいいのか。戦いは本気よ。でゲスよ。楽しみにしておくよ。負けへんで。こっちもです。実験に戻りたい。戦うのよ。拙者も特にこだわらないでござるよ。相変わらずグダグダなやつらだな。やべ、トイレ行ってたら誰もいない。学者奥の格納庫だったよな、確か。あれは 31C の。よう、あんたと二人で話すのは初めてだよな。貴殿は 31A の部隊長。今は敵対関係のはず。何用でござるか？今日はお互い頑張ろうぜって言いたかっただけさ。ああ、気乗りしないでござるが、まあ行かなきゃならないでござるね。いよいよ付き合ってるの？主君に仕えるのが忍者の務め。敵対する貴殿とは今は慣れ合えないでござる。まあ貴殿も気をつけるでござるよ。それでは失礼するでござる。私も遅れるじゃ集まったわね。今日からの5日間、ダンジョンでより深い層に到達したチームの勝ち。異論は？私はないよ。こちらもないよ。でゲスね。ではスタート。31C はまだ到着していないみたいだな。先に進んでいこう。あら、おじけづいた？うちは負けられへんのや。絶対に。キャンサーが密集しているらしい。きちんと準備していけよ。もう敗北は決したくない。キャンサーをぶちのめしたりましょう。少し怖いですけど。大きい。迷わないといいな。厳しい戦いが予想されますので、準備を怠らないようにしてください。ダンジョンへ向かいますか？
慎重になるに越したことはありません。準備を整えたら、また話しかけてください。厳しい戦いが予想されますので、ダンジョンへこれは演習ではありません。実戦です。くれぐれも気をつけてください。ここがダンジョンか。なんだか怪しい雰囲気がするな。慎重に進んでいこう。役に立つのかしら。見つけた！まさかヘリで遅れを通るとはね。追い抜くでゲスよ。追いつかれた。まずいで。急ぎましょ戦闘じゃ。来た。本物のキャンサーだ。大丈夫。ここいらの敵なら楽勝さ。うん、一気に片付けるぞ。食らえ。セラフ部隊しか勝たん。勝った。全然余裕やったな。楽勝ですね。初日は気にも留めてなかったけど、これが本物のキャンサーを倒した感覚。安心しろ。相手には痛覚も感情もない。ただの宇宙のがん細胞だ。ざっとこんなものね。さすが山脇様でゲスよ。攻略速度が同じだからあいつらと共闘みたいになっちゃってるわね。うっとうしい。負けないであいつらもやるな。お互いのリスクを減らすためにもつかず離れず行った方がいいんじゃないか。それもそうだな。冒険とは生きて帰ることだ。よっしゃ。行くぜ。慎重に行きましょう。好きにはさせへんで。わしの獲物ではしてます。余裕やな。カーレンちゃんでーす。セラフ部隊しか勝たん。少し強くなったけどまだ余裕。なんのそのです。まだまだ。さすが山脇様でゲスよ。あいつら私らぐらい強いんじゃないか。それぐらいでないと張り合いがないぜ。せやな。こういう時だけ気が合うよなお前ら。なんだか自分ら気合い入れろや。砕けろ。セラフ部隊しか勝たん。なかなかに手応えがありましたね。うちはまだ全然余裕やで。ようやく体が温まってきたところよ。そろそろ本気を出していこうかね。恐ろしいでゲスよ。山脇様は恐ろしい人でゲスよ。向こうも余裕っぽいな。慎重に行きましょう。お祈りし
ルカちゃんウィン。強かった。そうか？わしにはまるで赤子のようじゃったぞ。あなたの方が怖いです。どうでござるか？いいんじゃないか？知らんが。31チームも勝ち続けているようだな。よっしゃ！敵です！血が騒ぐな。みんな攻めて！一気化成ね。いつでバラバラじゃ。この華麗なやり方こそカレンちゃんの美学！なんとか勝てたけど、ギリギリの戦いになってきたな。まだまだいけるよ。当然や。そんな死に急ぐなよ。まだまだ。さすが山内様でゲスよ。言ってる内容は変わらないが、あいつらも目に見えて元気がなくなってるじゃないか。おい、大丈夫か？余裕よ。ゲスよ。もらいや。やっはる。血が騒ぐな。これでいけるはずよ。くぅ、いいね。好きにはさせへんで。いけるかもしれない。くらえ。ま、こんな感じ？よっしゃ。おい、まだ見かけによらず根性あるな。いつまで続くのこれ。いい加減ギブアップしたらどう？こっちはまだ余裕でゲスよ。めっちゃ息切らせて言うなよ。どうする？まだ進むのかよ、ルカ。そんなよそ見してる暇はなさそうだぜ、ユッキー。来ました！迎え撃つ！よっしゃ！よっしゃ！その隙をついて先に進むよ、あなたたち！了解デッキ！お先に？なんやて？そんなのありかよ。でもこいつらを倒すしかない。頑張りどころね。これでいけるはずよ。くぅ、いいね。カーム切りカーム切りカームカーリンが出た。ま、こんな感じ？あかん、さすがにしんどいわ。デフレクタも残り少ないですしね。今日はここまでだな。そうね。31C の連中は？先に行ったか。完全に見失ったな。とりあえず戻ろう。部活帰りみたいな連中がいるな。肉をむさぼり食いて、しかも血が滴り落ちる新鮮なのをな。なのになんで今日も魚なんだ。わがままを言うな。部隊の意識統一のため同じ食事をとると決めただろう。ごめんなさい。お肉は苦手で。
魚は血液をサラサラにしてくれるし、骨も丈夫にしてくれるさ。あーしはみんなで同じものを食べるのは歓迎っすよ。しかも骨を取るとか。なんでこんなちまちました作業までして食わなくちゃならないんだ。あらあら、ふぶきちゃん。私が骨を取ってあげますよ。室伏、甘やかしすぎだぞ。みさとちゃんもご飯足りている？おかわり取ってきてあげるわよ。リサッチ、あーしの分お願いしていいっすか？はい、もちろんですよ。アイナちゃんもいるかしら？はい。着てる服が全然違うように見えるけど、同じセラフ部隊なんだろうな。実戦ってすげえ緊張感で疲れたな。31チーム同じはずだけど、どうだったのかな。お、文ちゃんだ。塩、クエン酸、重曹。どうした？ダンジョンで何かあったか？なんでそんな意味不明な言葉を発して弾丸のようにさまよってんだ。話しかけるなでギス。いや、心配してんだけど。山明様に頼まれたお使いの品を忘れてしまうでギス。そのせいで忘れてしまったでギス。確か豚肉、じゃがいも、玉ねぎ、醤油、砂糖、みりん。ありがたいでギス。違うわ。ワッキー？山明様？文ちゃんをお使いに出しておいてどうしているの？それはこの私に従順に働いてるかどうかチェックしていただけよ。テストだったでギスか？そうよ、途中までは良かったのだけど、こんな他人にほだされるとは。まったくやれやれよ。やっちまったでギス。私が他人？文ちゃんとは仲良くなったよ。何を言うでギスか。山脇様以外は敵でギスよ。騙されないでギスよ。そういうことよ、茅森。今回は引き下がってもらおう。え、このイベント一周回って何もなかったことになってるんじゃん。せいぜい寝首をかかれないように注意するでギスよ。相変わらず不思議な関係の二人だな。おい茅森、ちょっといいか？おう、何ですかい？討伐任務を引き受けてくれないか？人手が足らなくて困っているのだ。討伐任務ってなんだ？ドームの付近で強力なキャンサーの目撃情報が出ることがある。その情報をもとに我々が指定した区域を見て回り、対象を討伐する任務だ。新入りのお前たちにはいい実戦経験にもなるはずだ。訓練や任務の合間に引き受けてくれたら助かる。もちろん報酬も弾むぞ。どうしようかな。私はヘリポートの前にいるから、引き受けてくれるなら声をかけてくれ。ああ。みんな聞いてくれ。お、討伐任務を受けてくれるのか？残念だな。気が変わったら教えてくれ。困ったもんだね。日野貫之。不正解だ。お前
日野貫之がいつ生きてたか知ってるか？昭和？無頼派の有名な作家といえば太宰治と坂口安吾だ。星新一。不正解だ。SF 界の無頼派だと思うんだけど。おい、変なこと言うな。波紋を呼ぶぞ。無頼派の有名な作家といえば太宰治と坂口安吾だ。なんで？主君に仕えるのが忍者の務め。敵対する貴殿とは今は慣れ合えないでござる。まあ貴殿も気をつけるでござるよ。